こんにちは。おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は目の下のたるみの改善法です。目の下がたるむと急に老けたような気がしてとても気になりますよね。でもご安心ください。目の下のたるみは自分で改善することができます。実は私自身30代後半に目の下が急にたるんでとても悩んだ経験があります。一時は美容整形まで考えました。でも最終的に自力で改善することができました。今日は私が目の下のたるみをどうやって改善したかしっかりとお伝えしていきますね。自分で改善できたのでこの方法は絶対的な自信があります。ぜひ頑張ってください。こちらが目の下のたるみの例ですね。比較的若い方なんですけれども、このように若干膨らんでるのが分かりますね。でこれはまだ初期段階ですね。でこれが進むとどうなるかというと、ちょっとかなり膨らみも目立ってきますね。このぐらいになると自分の中でもどうにかしなくちゃいけないというふうにかなり焦り始める頃かなと思います。でこれが進んでいくとですね、ここまできます。これは男性の目元なので女性がここまでなることはあんまりないんですけれども、それでもですね放っておくとひどい方はこのようになりますね。ちなみにですね、私の場合はこちらとこちらの中間ぐらいでした。これで何とかしないといけないと思ってすごく焦った記憶があります。なぜこのような目の下のたるみができるのかということなんですけれども、これはですねほっぺとの脂肪とは違うんですね。ちょっと触ってみてください。すごく柔らかいの分かります。目の下の膨らみをちょっと押してみてください。すごく柔らかいですよね。この頬とかの脂肪とは全然違うの分かりますね。すごくサラサラした脂肪というか柔らかい脂肪なんですね。でこれは頬の脂肪とかとは全く違うんですね。これは眼下脂肪って言って眼球を保護している脂肪なんです。それが目の奥から出てきたのがこうやって膨らみになるんですね。このようにね、眼球、頭蓋骨なんですけど、この眼球の入ってる穴、これ眼下と言います。この眼下の中に眼球が入ってるんですけども、そのままポンと入ってるわけじゃなくて、眼球ってすごく大切なので脂肪にくるまれた状態になってるんですね。保護した脂肪が、この中に脂肪が満ちていて、その中に眼球がポコッと入っているような状態なんです。でこれ眼球で、これが脂肪だと思って、これは皮膚ですね。眼球が下がってくることによってこの脂肪が目の前にこう出てくる、この前面に押し出される。なぜ眼球が落ちるかというと、これは老化現象なんですよ。眼球を定位置に維持しているロックウッド靭帯という靭帯があるんですね。その靭帯が緩んできて、加齢とともに、そしてこう下に落ちると、ここが圧迫されてポンと前に出てくるんですね。眼球が下がって、はい、少し出てきましたね。ポコッと、はい、圧力で押されて、もっとここまで出てくるとかなり目立ちますよね。ここですね、皮膚があって、その下に筋肉があるんですよ。でこれが脂肪で、この脂肪がこう飛び出てくるんですけども、本来ですね、皮膚と筋肉に張りがあれば、このように圧力でこう出てこようとしても、それをぐっとせき止めるダムのような役目をして、ここまで飛び出てこないんですね。でもやっぱりこれも加齢ですね。加齢とともに皮膚の真皮の厚みが薄くなって、そして筋肉ももうやっぱり弱くなってくるとですね、もう容易にポッコ出てきてしまう。ここがすごく弱くなってるんですよ、この部分が。でどうしたらいいかというと、とにかく目の周りの筋肉、このように目の周りには眼輪筋というものがありますね。この眼輪筋を徹底的に強くする。特にこの目の下の部分ですね、ここを徹底的に強くすることがすごく大事なんですね。そうすると筋肉に張りができると、内側から出てこようとするその脂肪をしっかりとこうせき止めてくれるんですよ。ここでストッパーの役目を果たして、ぐっとここでダムのようにとどめてくれるわけですね。でこれをしっかりまずやること、眼輪筋をしっかり鍛えることがまず一つの改善法になります。で原因が眼下脂肪が飛び出てくることでしたね。でその目の下の筋肉、それが弱っているから余計にその飛び出しを防ぐことができないということなんですね。はい、それでは目の下のたるみ改善のトレーニングを行います。先ほど言いました眼下脂肪の飛び出しを防ぐために、この眼輪筋、これ眼輪筋なんですけど、これの下部分、特にここの下ですね、これがちょうど下まぶたになりますね。ここをしっかりと鍛えていきます。舌を軽く噛んで、そして目の下だけで目を閉じるようなイメージで下まぶたを引き上げます。下まぶた引き上げますよ。
この時できるだけ上まぶたが下がらない方がいいですね。下まぶただけで目を閉じるようなイメージ、完全には閉じることできませんけれども、本当に1ミリでもいいんです。1ミリ動くぐらいでいいです。最初はやりにくいかもしれませんけれども、毎日やってると少しずつ上がるようになりますよ。普段下まぶたの筋肉を使うということがあまりないので、最初は上がりにくいと思います。でも毎日やってると必ず強化されてきますから、頑張りましょう。頑張りましょう。最初は30回ほどいきましょうか。30回。はい。頑張って30回やりましょう。それともう一つ、2番目なんですけれども、2つ目の目の下のたるみの原因ですね。それはですね、ほっぺたが下がってくることなんです。目の下がこう、たるむというか膨らみができるとですね、ここが影になるんですね、目の下の。なので余計にこの膨らみが目立つということで、頬が下がってくるとどうしてもこの目の下の位置がちょうど組織が薄くなるんですよね。こう下がっていくと、もともと眼輪筋も弱っている加齢とともに、そして皮膚自体も厚みが薄くなってきてますよね。それプラス頬が重力で頬の筋肉を弱るんですけど、弱って下がってくることでここがますます薄くなる。そうするとここが痩せてくると、ここの膨らみがすごく目立つんですよ。光が上がった時にここが影になって、で頬が下がってくることも目の下のたるみの大きな原因なんですね。要するにこれがしっかりと高い位置にあると、内側から出てくる眼下脂肪のこの勢いをしっかりとこの頬の力でも押してくれるわけですよ。ダムの役目でグッと。でも下がると余計にここが細く薄くなってしまって、眼下脂肪がボコッと出てくるということなんです。なのでどうしたらいいかというと、今度は頬の筋肉をしっかり鍛えて、ほっぺたをとにかく上げていくこと、目の下まで上げていくこと。ちょっとまた後で改善方法でもお伝えしますけれども、この溝、たるみの下の溝、このように埋める。頬を上げて溝を埋める。目の下のへこんだところをぐっと頬を上げることで、この目の下のたるみの膨らみと頬がちょうど一緒になったような形。ちょうど私もですね、そのような感じで改善したんですけれども、これをぐっと上げていく。ぐっと上げていく。そうするともう一緒になりますよね。それでは頬の筋肉なんですけれどもね、これが顔の筋肉ですね。こっち側ね、こっち側です。で、ここに斜めに向かって走ってるのが大頬骨筋と小頬骨筋、あとこの上に上がってるのが上伸虚筋っていう筋肉になります。これが頬を引き上げてるわけですね。顔の中でも頬が一番脂肪が多いんです。それをしっかりと吊り上げているのがこの筋肉になります。でも加齢とともにこの筋肉が弱ってくると頬も下がってくるわけです。だから2番目の原因を改善するためには、頬をしっかりと引き上げていくということは、この頬の筋肉を鍛えていくということになります。さあ、次の目の下のたるみの改善方法、トレーニングですね。それは頬の筋肉を鍛えるということです。はい、頬ですね。頬には先ほどお伝えしました大頬骨筋、小頬骨筋、上伸虚筋、上伸尾翼筋とか、たくさん頬に筋肉たくさんあるんですけれども、これがまた緩んで落ちると、この頬の脂肪を支えきれなくなって下に落ちていくわけですよね。そうするとここが弱くなると眼下脂肪が飛び出しやすくなります。だから私はかなり頬を上げたんですけれども、ぐっととにかく目の下に頬をくっつけるようなイメージで引き上げていきます。はい、その方法なんですけども、はい、ちょっと面白いかもしれませんね。ひたすらこの顔してください。やり方は口を軽く尖らして、尾の口、そして上の歯茎をグッとむき出すようなイメージ。ちょっと変な顔になりますけどね。
これしてるととっても頬が痛くなるんですよ。ぐーっと上がるの分かりますか？普段いかに使ってないかですね。この筋肉、頬の筋肉を今ぐーっと引き上げてます。はい、これを1分間頑張ってください。すごくだるくなります。目の下のたるみ改善のトレーニング2つお伝えしましたね。でその2つですね、どうしてもできにくいって方がいらっしゃるかもしれません。目の下のたるみ、特にこの目の下の筋肉を動かすってとても難しいと思うんです。最初は続けているとだんだんできるようになるんですけどね。できにくい方はちょっとコツがあります。そのコツをつかむための方法をお伝えします。ちょっと天井を見てください。天井を見て何かこう電球があるようなイメージ、直接電球を見ないでください。電球もしくは太陽があるようなイメージで眩しい目をしてみてください。眩しい、あ、眩しい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 。目をこう細めるような感じですね。眩しい。これをしているとだんだんと目の下がこう動くようになるんです。眩しい、眩しい。無意識に目の下が動くんですよ。眩しい、眩しい。そしてこれコツがつかめてくると少しずつ正面見てください。眩しい、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 眩しい。そして軽く下を噛んで、はい、最初は難しくても少しずつできるようになりますから頑張ってください。はい、でもう一つ、頬を高くするトレーニングですね。頬を上げるトレーニング、これがちょっと難しいと感じた方もいらっしゃると思うんですね。軽く口を尖らして、そして上の歯茎を出すようなイメージで頬を上げます。でもこれがどうしてもですね、顔の下半分に力が入ったり、目の周りに力が入ったり、このようになってしまう方はですね、別のトレーニングしましょう。これも同じように頬を高くする効果があります。それはなのいうえおあを口で笑顔を作りながら、なのいうえお、こうしてしっかりと、言葉を出さなくても口パクでもいいんですけども、笑顔で思いっきり口を、口角をこう笑顔の口をして口角を引いて、なのいうえお、笑顔でなのいうえお、なのいうえお。この方法でもしっかりと頬が上がってきます。頬がすごく疲れますので、もしもその顔が難しい方はなのいうえおをやってみてください。今日は目の下のたるみの改善法についてお伝えしました。やることはたった2つです。たった2つですよ。1つは徹底的に目の下を鍛えること。そして2つ目は頬を上げて目の下の組織を厚くすること。目の下の強化と頬の引き上げを維持していると、これから年齢重ねても目の下のスッキリ感をずっと維持できます。ただし筋肉は約3ヶ月で生まれ変わりますので、とにかく最低でも3ヶ月は続けてください。今やってすぐに改善するものではないです。特に目の下は顔の中心部に近いので、フェイスラインに比べて少し時間がかかります。とにかくコツコツと毎日続けることです。目の下のたるみの程度によりますが、3ヶ月、1年とだんだんと改善していきます。必ず良くなってきますので、頑張ってやってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。次はほうれい線の改善法についてお伝えする予定です。それではさようなら。保健ママでした。